突然ですが皆さんが2次3次を追い始めたのはいつ頃でしょうか。2次3次は2022年2月で4周年を迎えましたが、その活動を最初から常に追い続けてきた人は、おそらくそれほど多くないと思います。アニメや漫画であれば後追いでも、1話からいわゆる、履修をすることができますが、2次3次の活動は膨大かつ多岐にわたり、遡って全容を把握することが難しいです。そこで、2次3次の4年間の歩みを、独断と偏見で無理やり1本の線につなぎ直し、10本ぐらいの動画で、分かった気になってみる、というのがこのシリーズの目標です。第1回目の今回は、2次3次の黎明期、2018年の春頃までを、見ていきます。それでは早速始めましょう。時はピョンチャンオリンピック開幕を、目前に控えた2018年2月初旬。前年12月から続く、VTuber ブームは一つの文化として、定着しつつありました。そんな中、新たな VTuber プロジェクトが、始動します。それが2次3次です。当初2次3次は、グループではなくリリース予定のライブ配信アプリの、名称でした。そしてデビュー予定のライバーは、所属タレントというより、アプリのテスターに近い存在でした。今でも2次3次公式ライバーと、呼ばれるのはその名残です。2次3次アプリがリリースされれば、非公式ライバーも無数に、現れるはずだったわけです。2次3次アプリは当時 2D のみだったので、当然ライバーも 2D での、デビューとなりましたが、3D が当たり前だった当時の企業勢としては、これはかなり珍しいことでした。そのため事前の期待はそれほど高いとは言えず、好意的でない声もあったようです。そんな空気を変える、最初のきっかけになったライバー。それは、モイラ様でした。Twitter アカウントが始動し、初配信を数日後に控えた2月3日。突如モイラ様がフォロワー全員への、リプライを開始します。一人一人に丁寧に挨拶を行う様子が話題になり、この間もフォロワーが増えていきました。さすがに途中で断念することにはなったものの、仮眠を挟んでほぼ丸1日リプライは続きました。魂の200連投と、呼ばれるこの出来事は、今の規模から見れば小さな盛り上がりでしたが、無名だった駆け出しのプロジェクトにとっては、大きな一歩となりました。その回もあって、2月8日から9日にかけて行われた、1期生の初配信には、当時の新人としては多くの視聴者が駆けつけ、2次3次は好調なスタートを切りました。ちなみにこの時配信が行われたのは YouTube ではなく、ミラティブでした。スマホ一つで簡単に VTuber になれる、という2次3次アプリの売りに対して、ある程度の知識や準備が前提になる YouTube ライブは、やや敷居が高く、同じく手軽さが売りの、ミラティブでの配信をしていた印象があります。そんな黎明期における活動内容は、基本的に雑談配信がメインでしたが、当時の VTuber にとっての登竜門だった、演技力じゃがりこ面接や、ゲッティングオーバーイットは、2次3次でも流行しました。さて、突然ですが金鉱掘りと、ツルハシ売りの話をご存知でしょうか。ゴールドラッシュの時代に、真に成功したのは、一攫千金を夢見て集まった金鉱掘りではなく、彼らにツルハシを売った商人だった、というような教訓話です。そして当初の2次3次は配信料ではなく、システムを提供する側、つまりツルハシ売りを目指していたように見えます。ですが2022年の現在においても、2次3次アプリは一般提供されていません。現実は想定とは異なる方向へと、動き始めたのです。ある一人のライバーが、宣伝用のツルハシで黄金をぶち当てたことで、2次3次の VTuber の歴史は激変します。そのライバーは、起立気をつけムカデ人間見ましたね。洗濯機の上でやってるんです。よく雑草食べてました。私で隠されてる。月の実とのブレイクのきっかけになったのは、デビュー翌週に本人が投稿したまとめ動画でした。生配信の見どころが切り抜き動画で広まるという、この先も続いていく流れの、先駆けとも言えます。ヨーロッパ企画というニッチなゲームチョイスや、インパクトの強い言動の数々は、真面目な学級委員という公式プロフィールを振りとした、ツッコミどころに溢れており、当時の VTuber ブームの震源地とも言えるニコニコとの親和性も相まって、瞬く間に話題になりました。そんな注目が集まっている最中の配信で、伝説的な面白ハプニングまで発生し、いよいよ目が離せなくなった多くの人が、生配信を追いかけるようになっていきます。少しメタな話になりますが、そもそもいろんな意味で作り込みが重要な VTuber は、本来であればあまり生配信向きではなく、当時でも時の空のような先駆者はいましたが、基本的にはまだまだ動画勢が主流でした。
2次3次アプリは技術的な面でのハードルを、ある程度取り払うことには成功しましたが、それでも VTuber が世界観を守りながら、生配信を行う難しさはあったと思います。そんな中現れた月の実とは、清楚な委員長キャラとして見れば、あらは見えるものの、垣間見えてくる個性が強烈すぎるため、それはそれでキャラクターとして成立しており、むしろこうしたキャラクター性の拡張は、一つの醍醐味として楽しまれるようになりました。結果的にかなり言動の自由度が増したことで、生配信しやすい環境ができたように思います。このような変化の功罪について、2次3次オタクの立場からフェアに語るのは難しいですが、少なくとも VTuber が生配信中心の文化に移行する上では、重要なことだったと思います。そしてこれは、月の実との面白さあってこそ受け入れられた変化と言えるでしょう。かくして2次3次自体も知名度を増し、多くの人がそこでさらなる楽しみを見つけました。それは配信者の箱を追いかけるという楽しみです。今では考えにくいことですが、当時はまだ頑張れば全ライバーの配信を追うこともでき、本当の意味での箱推しが可能だった時代でもあります。デビュー当初から Twitter や配信コメントで、ライバー同士活発なやり取りがあり、バレンタインに行われた JK 組の配信を皮切りに、コラボ配信も行われるようになっていきます。そんな活動の様子から、少しずつ関係性を知っていき、それが変化していく過程を、リアルタイムに体感するという楽しみがありました。その点に限れば、現実のアイドルの楽しみ方に近いとも言えますが、VTuber ならではという意味では、創作活動の盛り上がりも重要だったと思います。例えば、月のミトと言います。ニコニコの流行から派生して投稿された清楚マンは、最初期の二次創作の一つですが、1ヶ月程度で100万再生を突破し、その後も多くのライバーのマッドが作られました。また、月の実とをイメージして作られた楽曲、ムーンが投稿されると、本人がそれを配信の中で歌い、次第に持ち歌として定番化しました。その後もこうした間接的な共同作業で、多くのオリジナル楽曲が生まれていきます。このように特に黎明期においては、リスナーが貢献できる余地も大きく、それによる手作り感や一体感も、大きな魅力の一つでした。2次3次の活動がスタートしてから約1ヶ月後の3月5日、早くも2期生が産声を上げます。正統派から、やべえやつまで、バラエティ豊かでありつつ、2次3次らしい新人の登場により、一層の盛り上がりを見せていきます。中でも、剣持東也の活躍は、一つの転換点だったと言えます。Twitter アカウント始動直後から、早くもマシュマロ芸人としての活動を開始し、初配信では放送が落ちまくる災難に見舞われるも、逆に虚空配信としてネタに昇華する自力を見せ、女性 VTuber の人気が圧倒的だった当時としては、異例の勢いで頭角を現していきます。もちろん1期生によって培われた土壌や、同期との関係性もあってのことですが、やはり後の男性ライバーの躍進を考えると、剣持東也が果たした役割は、大きかったと思います。かくして、2次3次はさらに勢いを増していき、4月7日にはニコ生の公式番組の中で、月の実とが初めて 3D での配信を行いました。この時のモデルはファン制作のものでしたが、これが 3D お披露目の出発点と言えます。先駆けという意味でもう一つ忘れてはいけないのが、4月14日に突如始まった深夜の声劇です。ゲリラにもかかわらず計11人のライバーが集まり、初の大規模なコラボ企画になりました。お披露目や大型コラボのようなイベント感のある配信は、後に醍醐味の一つとなっていきます。ちなみに当時最も多くの視聴者を集めた配信は、月の実との放課後ラジオ、通称ミトラジでしたが、ある配信がついにその記録を塗り替えます。それが、ミトラジの第2回です。この回は YouTube をバンされて服役中だった、鈴鹿歌子がゲストということでも注目され、なんと4万5千人を超える同時接続数を叩き出し、年間を通して最大の記録になりました。こうした VTuber ブームの盛り上がりの中、4月28日からニコニコ超会議が開催されます。バーチャル YouTuber というイベントが行われ、2次3次からも JK 組が参加しました。これはリアルイベントの先駆けであるのと同時に、黎明期における一つの節目でもあったと思います。ここまでの活動を追ってきたファンにとって、いろんな意味で感慨深いものがありました。アプリの PR として、見た目も属性もバラバラのメンバーが、集まって始まった2次3次は、決まった色がないからこその、
自由さが魅力の人気グループへと成長しました。ここからさらに多様な可能性を模索して、新たな種がまかれていきますが、それは次回の動画で見ていくことにしましょう。かくして、黎明期を駆け抜けた2時3時に、最初の夏がやってきます。